今日はあったかおうち生活動画です。のんびりお洋服をメンテナンスする休日もいいんじゃないかしら。もう5年ぐらい着てるブルーレーベルの赤いトレンチコート。そろそろボタンが取れそうなので、この冬もたくさん活躍してくれたコートに感謝しながらお直しいたしましょう。外出中にボタンが取れてなくなってしまったら悲しいのでね。その前に危なそうなところを取って付け直しましょう。実はコートのお直しは初めてなんですよね。持ってる針じゃ生地に通らなかったらどうしよう。針といえば昔々ビーズの刺繍用の細い針を中学生の時にお母さんに買ってもらったのにまだ使えてない。当時普通の針で学校用の頑張ってビーズを通して刺繍してたんですけど、普通の針の穴って大きくてビーズが引っかかっちゃうんで、それを見かねて買ってもらったんですけど、でも忙しくなっちゃってまたビーズで刺繍したいんですよね。忙しくしてるうちに図案とか何に刺繍しようとか、こういうのを作りたいっていうのが定まらなくって全然始められないんですよね。普通の刺繍だったら昔にハンカチとか美術で使う雑巾とかに何かしらにいろいろ刺繍をしてたんですけど、ここ5年で刺繍をしたやつは全部未完成なんですよね。ビーズ刺繍じゃないんですけど、ポケファスってご存知かしら。刺繍のブローチの作品なんですけど、下北沢かどっかの雑貨屋で見た時はほんと衝撃でした。刺繍糸を草とか毛並みとか縄跳びとかいろんなものに見立てて縫ってしまわずにわざとピローンって遊びがあるデザインが可愛くて、その遊び心に感動しました。そういう作品を見るとすごくモチベーションが湧きますね。なんかビーズでもそういう表現ができないかなって思います。それではボタンをつけていきましょう。ボタンをつけた時に最初の玉結びが見えなくなるような位置に針を刺します。なんか普通の針で縫えそうですね。ニッコニコな女の子で集まって家事をしたら楽しいのになっていつも思うんですよ。妹とかとご飯作ったりするのすごいキャッキャできて楽しいんですよね。一生この時間でいいのになって思います。でも
妹を一生独占するわけにもいかないんでね。例えばお家に、裁縫好きな女の子たちで集まって喋りながらこんな感じの作業をしても絶対楽しいのになって思うんですけど、なんかまあコロナもありますけど、お友達を集めるの結構大変だなって思うんで、こんな感じで YouTube に垂れ流すことにするんですけど、家庭科好きの女の子と縁があればいいなって思います。私昔家庭科クラブに入ってたんですけど、そんな感じのことができたら楽しいなって思います。自炊をするようになってからやたらポタージュを作るようになったんですよね。マッシュルームとか人参とかほうれん草とか優しくて美味しいんですよ。疲れてても飲めますね。一見なんか洗い物とか大変なんじゃないかなと思うんですけど、なんだろう、その場でシャカシャカって食洗機用のやつを入れてブレンダーにかければいいんですよ。洗剤を入れてブレンダーで回せばいいんですよ。野菜を回すみたいに使った後に洗剤入れて回したら一旦 OK って感じで、ブレンダーをするからその煮たお野菜を一旦冷やす必要があるんですよ。空いてるなんか忙しくない合間にお野菜だけ煮て、それで放置して冷やしておいて、ちょっと冷えたらブレンダーをして温め直して完成なんですけど、まあ飲む時に温め直せばいいというか、まあ元気ない時には温め直すだけで OK というかってことで、結構ねポタージュを多用してます。スープっていいですよね。最近スープ作家の有賀薫さんっていう方を知ったんですけど、ご存知ですか？いや、ツイッターとかで作品をたびたび見てるんですけど、いやもう芸術家って芸術家じゃない、作家っていう響きいいですよね。芸術家というかクリエイターみたいな。いや完全に主婦をこうやって個人でも、個人じゃないのかな、主婦を脱することができるんですね。かっこいいなと思って。どれも美味しそうなんですよ。もうマジで全部今夜もう毎回今夜作りたくなるんですよね。まあでも本当料理ってなんだろう、こういう肩の抜き方もあるんだなというか、そんな気もします。そんなわけでスープが最近気に入ってて、まあ毎食とは言わないんですけどね、夕飯とかには汁物を絶対入れていきたいなとか思ってます。最近すごいいいこと聞いたんですけど、なんかこう疲れてる時にはやっぱり豚汁なんですね。なんだろう、なんか災害時とかに配給じゃなくてなんて言うんでしたっけ、炊き出しか、炊き出しするのもやっぱり豚汁なんですよね。まあ炊き出し行ったことないですけど、でもなんかツイッターの人が言ってたんですけど、お葬式の時ってみんな疲れてるじゃないですか。お葬式の時もその
なんかこういうのでいいんだ、こういうのでいいんだ飯とかあるじゃないですか。なんか多分インターネットの用語があるんですけど、そういう優しい味がよくって、なんか仕出し弁当みたいなの親族で取るかわかんないですけど、なんかそういうのを用意すると思うんですけど、そんなのより豚汁がありがたかったっていう話を聞いて、なるほどなと思って、そういうことなんですね。なんか葬式に豚汁もっと広まればいいんじゃないかなって思いました。まあ作る人が疲れてたらちょっとあれなんですけど、いや確かに豚汁いいなって思いました。いやというか、じゃあ仕出し屋さんの方でなんかいっぱいの、ほんまにたっぷりの豚汁のメニューとかあったら、温まれそうですね。あと全然関係ないんですけど、なんか自分が家を開けて、なんか家族がだけいる時とかは、こういうのを豚汁を作り置きしておくと、なんか私が安心できました。意味わかんないですけどね。デメリットはひたすらカットする野菜が多いのと、結構買い揃えるの大変かなって思ってます。めっちゃでも食べやすくてね、胃に染み渡りますけどね。さっきのこういうのでいいんだ、こういうので飯っていうのはですね、孤独のグルメっていう漫画に出てくるセリフで、グルメなサラリーマンが素朴なお店に行って料理を粋に褒める漫画があるんですけど、作中ではハンバーグランチらしいんですけど、まあ塩むすびに卵焼き、ウインナーって感じが割とインターネットの相違というか、みんなこういうのでいいんだよ、こういうのでみたいな感じで、なんかそんなに豪華じゃないけど誰もが喜んで、染み渡る美味しいご飯のことを指してます。しっかりついていそうです。はい、完成。お疲れ様です。ちょっと休憩いたしましたらお夕飯を作っていきましょう。今日はみんなの心のふるさと、豚汁です。見てください、豚さんのマークです。冷凍をすると何の肉か分かりづらくなるのでお絵かきをしてます。こんにゃくです。安いのを買ったらカラフルになってました。あとは油揚げです。これも冷凍してます。あとはネギとごぼうと大根です。早速こんにゃくを洗って切っていきましょう。こんにゃく大好きなので大量に入れちゃいます。友達に好きなお菓子何って聞かれた時にこんにゃくゼリーって答えたんですけど、みんなにヘルシーすぎるみたいなことを言われたんですけど、本当にこんにゃくめっちゃ好きなんですよね。会社から帰ってくる
歩く10分の間に1袋丸々1人で食べちゃいました。多分ヘルシーではないですね。まあそんなこんなでともかく大量のこんにゃくを投入します。いつもこんにゃく業務スーパーで買ってるんですけど、業務スーパーすごいですよね。こんにゃく50円くらい。なんかテンション上がると1キロ分ぐらいのこんにゃくを買っちゃいます。今度なんか業務スーパー会とかやりたいですね。前コストコとかやりましたけど、業務スーパーでいつも作ってるレシピとかちょっと流してみたいですね。さてここからは根菜パレードをやっていきますよ。まずはごぼう。戦時中のデマかもしれないんですけど、日本人貧乏だから根っこを食ってるらしいぜってディスられてたみたいです。根っこ美味しいですよね。根っこはいいぞってなってます。なんか20歳になってから本当にごぼうの良さに気づきました。炊き込みご飯とか汁物何でもいいんですけど、ちょっとごぼう入ってるだけですごい香りがいいですよね。なんかベトナム人の人と働いたことあるんですけど、ベトナムの子もごぼうはいいぞって言ってました。なんかちょっと朝鮮人参と間違えてる可能性があるんですけど、すごいごぼうを健康食だと思って食べてるっていう話を聞いてちょっと可愛かったんですけど、まあごぼうはいいぞってことでごぼう料理をいっぱい作ってます。普通に天ぷらも美味しいですし、あとはなんかすっごいピーラーで薄くカットして、なんか数秒だけ、ほんと 2,3 秒だけシュワシュワって素揚げして、なんかオニオンフライドオニオンとかみたいなこうクリスピーなごぼうにを作ってサラダとかにかけたり、なんかパスタとかにかけたりするのすごい画期的だったんでおすすめなんですけど、そんな感じになんか主菜の上にパラパラ乗っけてみたりですね。あとはきんぴらもちろんなんですけど、ちょっときんぴらに飽きてる人は大きめにカットして、こんな風にささがきみたいなんじゃなくて大きめにカットしてじっくり煮込んで、なんか煮込み料理みたいにじっくり煮込んで、それでなんか唐辛子を目いっぱいかけてもらうとちょっと新しい扉が開けると思います。すごい美味しいので唐辛子大丈夫な人はやってみてほしいです。もしかしてごぼう動画作った方がいいですか？素揚げごぼうのなんかデコレーションした料理ときんぴら作った方がいいですかね。もう大好きすぎて布教したいんですけど。そういえばさっき戦時中に根っこ食ってる貧乏野郎って日本人がディスられてた話に戻るんですけど、戦時中ごぼうってほんと貴重食材だったらしいんですけど、太平洋戦争の時に外国人捕虜にその貴重なごぼうを食べさせてたんですね。そしたら木の根っこを食べさせられたってこう裁判で証言されて、戦後に BC 級戦犯ってことで虐待の罪で処罰されたり、まあ各地でいろいろ問題を起こしてたみたいです。この食文化の違いが。なんか中国人ですらほとんど食べる人いないらしいですよ。ちゃんと味をつけて料理にしてても味がついた木の枝っていう評価になっちゃってるみたいです。美味しいのに。
はい、次に大根を切っていきます。みんな聞いて。この間、野原川辺河原に大根生えてたんだけど、知ってました？河原って大根生えてるんですよ。浜大根っていう野生の大根があるらしいんですけど、私雑草のことめっちゃ好きなんですよ。それでなんか小学校3、4年の時に授業でなんか先生が取ってきた雑草と同じ雑草を取ってきて名前を覚えるみたいな授業がちょっとだけあったんですけど、それでもうほとんどの雑草を今も覚えてて、でも気づいたんですよ。もっと食べられる雑草を覚えた方が面白いんじゃないかなと思って、それで最近なんか食べられるそこら辺の草に興味が出てきてて、なんか YouTuber さん何本か見て、その野草を食べてる、あんまりちょっとあんまりなんかその毒の草とかそういうの理解してなかったんですけど、その川辺に行ったら大根が生えてるぞみたいな動画があって、クソ寒いのに2月のもう何も枯れ葉しかない、何も生えてない荒れ野の大地というか河原に繰り出したんですよ。なんかそれでも一応確かに言われてみれば大根っぽい葉っぱがなんか地面から生えてるんですよ。でそれを恐る恐る引っこ抜いたら本当に大根がついてて、大根おろしにして食べたんですよ。いやちょっとパサインというか繊維質なんですけど、結構よりピリピリするんですけど、全然大根なんですよ。なんか言われずにポン酢で和えられて出されたら、これなんかなんだっけ、雑草とか全然わかんないというか、スーパーで売ってた元気のないっていうか、あれだね、しなびさせちゃった大根なの。いやもうそれすら思わないかもしれないですね。それでもなんかその野草がつぼっちゃって、なんか結構本を読み始めました、野草の。なんかそれで結構覚えようと思ってたんですけど、本読んでる時にすごい感動したのは、植物ってほとんど毒が含まれてるんだなって書いてあって、それでなんか、いやもう普通に野草じゃなくても、そもそも日頃食べてるお野菜もある程度毒が含まれてて、なんか私人間が雑食なの懐疑的だったんですよ。というかその栄養バランスがみたいなのちょっと実は懐疑的だったんですよ。前栄養バランス気にしてるとか言っちゃったんですけど、だって何食っても生きていけるように雑食になったんじゃないのって思ってたんですけど、それマジで逆で、大抵の植物というか食べ物というかそこら辺にあるやつって毒が含まれてるから、たくさん食べちゃいけなくって、バランスよく毒を希釈して栄養を吸っていくみたいな仕組みなのかなって気づいて、なんかちょっと世界を理解したんですけど、ちょっと思ってた世界と違うっぽくて、ある程度絶望したんですけど、いやまあでもちょっと今年というかここ数年は雑草を覚えたいですね。いや本当にいい趣味見つかっちゃいました。それでまた調子に乗ってもう一個ぐらいなんか見つけたいなって。なんか昔の人の知恵というか、おばあちゃんたちの知ってそうな野草というか、聞いたことがある野草として伸びるっていうのをみんな聞いたことあるんじゃないかなと思ってて、でも私伸びる見たことないなと思ってて、なんかゼンマイみたいなものだと思ってたんですけど、まあそんなねふわっとしたイメージで、まあでもいや実際は違うんですよ。ちょっと本とか YouTube で伸びるがどんなものなのか勉強してから、もう当時2月のまだまだクソサミだったんですけど、クソサミの荒野に繰り出してノビルをずっと探し回ってたんですよ。それでも見つからなくて、ある日なんか病院の帰りに道を歩いてたら、
生えてるのを発見しちゃったんですよ。それで手に直にノビルを掴んだまま電車に乗って危機としてお家に持って帰って薬味としていただいちゃいました。ノビルは小さならっきょにニラとネギの中間みたいな草が生えてる草です。なんか松みたいなのがぴょんぴょん地面から出てると思います。いやー、大都会でも食べられる野草が見つかるんですね。なんか視野が広がっていいんじゃないかなって。視野がすごい広がりましたね。関係ないですけど、ちょっとだけミリタリー好きなんですよ。なんかサバイバル的な、そこにあるものでなんとかするみたいな。いやもうまさにそれだなと思ってて、今世界に放り出されても大根とネギだけは確保できるぞみたいな。なんか自由度がそれだけで高くなるって言ったら意味わかんないですけど、そういうことです。はい、それでは人参を切っていきましょう。それで大箱って食べられるらしいですよ。なんか食べられるらしいどころか、普通にスーパーで売ってるのど飴に入ってるらしいです。なんかお薬としていいらしいです。なんか東京の薬用植物園みたいなのでも展示されてて、大箱雑草なのに花壇みたいなところに植えられてました。あとはクレソンとかの野生版があるらしくて、これ取れたらちょっといいなって思うんですけど、クレソンがなんか野生に生えてたとしても、私クレソンって分かる自信ないし、なんか野生のクレソンちょっと背が低いというか、なんかちょっと思ってるのと様子が違うらしくって、なんか難しいかもなんですけど、クレソン取れたら嬉しくないですか？関西じゃ全然食べないですけど、なんか関東に来たらどのハンバーグ屋にも大げさかな、どの洋食屋さんとかのにデーンってクレソン乗ってる気がします。あとは図鑑で見ただけなんですけど、南天萩っていうのが美味しいらしいんで頑張りたいんですよね。でもあんまり森に行った時とかも結構注意深く見てるつもりなんですけど、あんまり南天萩気づいたことないというか、なんか図鑑で見た時もこれかってあんまりならなかったんで、ちょっとあんまり自信がないんですけど、南天萩どこに生えてるのかな。ちょっと今年中にって言ったらあれですけど、南天萩食べてみたいなって思います。なんか図鑑って花とかはちゃんと載ってるんですけど、食べられる時期って別に花咲いてないんですよね。これめっちゃ大きな問題で、なんか山菜取る人がプロというか玄人なのになんで食当たりしちゃうのかみたいなところなんですけど、大体の野草食べられるのって新芽とか、なんかなんて言うんですかね、双葉、なんか種から出たてのみたいな、土からぴょこって出てるちっちゃいやつ食べるんですよ。つまりどういうことかっていうと、なんか双葉だけで何の植物か分かんないといけないというか、これは毒とかこれが食べれるみたいな、花咲いてたら分かんだよみたいな。そらね、花咲いてたら分かるんですよ。でも緑のちまって生えてる葉っぱが何なのかを当てないといけない。いや、これは思ってたより難しいかもしれないですね。はい、次は長ネギを
切ります。まあ全部は使わないんですけど、煮卵を作るときにネギの青い部分を入れるのが好きです。ちょっと特別な味になります。なんかそうですね。まあ煮卵出されたときに、うわ料理だってなりに、いや十分料理か、なんて言うんだろうな。まあなんか特別な隠し味が効いてるような感じになっておすすめです。ちょっと炒めてから、油で炒めてから煮卵作るときに入れてみてください。豚汁作業、根菜一生切ってるのかと思いました。そういえばミックスベジタブル罪深いと思わないですか？なんかミックスベジタブル、給食で出たかな、給食のせい、なんかすごい苦手なんですけど、まずコーンは野菜じゃないし穀物だし、冷凍の人参食感が損なわれてるし、冷凍のグリーンピースありえんパサパサじゃないですか。マジで彩りだけに頼り切った商品があんなに大手を振って歩いてていいんですか？根菜、いや日本人なら根菜ベジタブルスとか、日本人なら根菜ベジタブルスやろって思ってたんですけど、いやあったんですねこれが。業務スーパーに冷凍のなんかレンコンかな、レンコンと人参とごぼうが入ってる冷凍の混ぜ混ぜのカットされたパックがあって、まあ私はそんなにたくさん、っていうかごぼう好きなんでいろんなのに入れたいんで、なんかすでにいっぱい混ざっちゃってるとちょっと違うかなって感じなんですけど、きんぴら好きな人には完璧なパックなんじゃないかなと思ってて、いや業務スーパー天才かと思ってたんですよね。業務スーパーの商品でご飯作るのも結構うまくなってきたんで、業務スーパー、なんかいつものルーティンじゃないですけど、業務スーパールーティンとか、業務スーパー夕飯動画とか、なんかもうちょっとカジュアルに出してみたいなって思います。はい、次はお揚げをカットしていきましょう。料理好きって言ったら絶対みんなに何が得意なのか聞かれるじゃないですか。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でもその回答に結構困ってたんですけど、揚げ出し豆腐得意かもしれないなって今思いました。いやー、揚げ出し豆腐作るのも食べるのも好きなんですよね。最後に豚肉をカットしていきましょう。花正っていうお肉屋さんのスーパーでいつも豚肉は買ってます。もうここでしか買わないかなっていう気もしてて、それぐらい安いのにしっとりしててちゃんと噛み切れて、なんか筋感がなくて甘いんですよね。ちょっと肉の厚みが店舗によって違うかなって気はしてるんですけど、24時間やっててめっちゃ便利なんですよ。あとはラムも花正で買って帰りますかね。基本冷凍庫には牛、豚、鶏とラムと馬を常備してます。
そしたら切った具材をすべて鍋に投入します。15分ぐらい煮ます。この間に洗い物をして他のおかずとか漬物とかも用意し始めます。オープンいかがでしょう。めっちゃ面白いこと思い出したんですけど、中学生の時の調理実習で味噌汁作る課題があったんですよ。それでなんかでも隣の班の人が味噌汁なのに味噌を入れ忘れたらしくって、なんか課題だから完成したやつを先生に提出しないといけなくって、でももう出しちゃってて、その提出を味噌入れないまま。それで試食のみんなで食べるんですけど、その時に味噌が入ってないことに気づいたその担当の子が先生の飲む味噌汁に提出用のなんかスプーンで味噌をすくって、このなんか味噌汁の提出したお椀の端っこにカン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 ってこうスプーンを叩きつけて謎の分量の味噌を、あんまり多分溶けてないんですけど、その汚く器にこすりつけてたんですよ。もうなんかいやー可愛いなと思って、いいですよね、そういう思い出も。何年経っても面白いですもん。なんかその本で溶かれてない味噌、職員室の先生が食べるんだなと思って、評価した後先生方で飲むみたいなことを、飲むというかいつも食べるらしいんですよ。提出したやつを、味噌ないやつが提出されてるな。味噌ないやつじゃないですよ、すごい濃い味噌がべちゃーってついてる透明な味噌汁を。いやー、お味噌汁誇るべき伝統料理、お味噌汁豚汁誇るべき伝統料理ですよ。なんかこう何でもないご飯みたいなポジションですけど、本当に伝統料理ですよ。海外に行ったら豚汁作れないですよ。材料が人参しか揃わないですもん。大根も、まあアジアじゃない限りラディッシュでカブだし、こんにゃくとかお揚げもないし、ごぼうと長ネギも売ってないですよね。味噌はかろうじてなんか日本人街みたいなに、日本の雑貨店とかで買えるかも。雑貨店、日本食品屋さんで買えるかもしれないですけど、こんにゃくもないですからね。そもそもこんにゃく芋食べないですしね。こんにゃく芋英語でデビルズタングデビルズタングスターチっていうらしいですよ。
また悪魔かよって感じですけどね。なんかタコも悪魔じゃないですか、多分。食べないやつに悪魔っていう名前つけすぎじゃないです？まあそもそもわざわざこんななんか芋を頑張って加工する価値がないんですかね。こんにゃく好きなのに困る。まあでもタコのデビルフィッシュと違って今回のこんにゃく芋のデビルズタング、悪魔の舌っていうのはちょっと同意しちゃいました。ちゃんと悪魔の舌でしたもん。こんにゃく流行るんじゃないですかね。めっちゃヘルシーですし、日本のヘルシーなのなんか人気がよく出てるじゃないですか。知らないですけど。はい、完成です。美味しそう。いただきます。次回は横浜で電動スクーターでお散歩します。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。